こんにちは、ミッキーです。今回は2023年総まとめ東京カフェベスト10をご紹介します。とうとう2023年も終盤に差し掛かり、1年を振り返る時期になりました。今年は行動規制のなくなった1年ということもあり、皆さんも多くの県、多くの街、多くのカフェに行けたのではないでしょうか。私自身、2023年だけでも200件以上のカフェを巡り、さらに今年からは親切に注目した動画の企画も出すようになりました。そんな私の目線で、ここは間違いなかったと思えるお店を10店舗厳選しましたので、ぜひ2024年からのカフェ巡りの参考にもしてみてほしいです。2024年もたくさんのカフェを巡っていきますので、もし気になる街、気になるカフェなどありましたら、コメント欄で教えてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、第10位は東京駅から2023年4月に誕生しました株式会社リクルートが運営する新アートセンターバグに併設のカフェ、バグカフェさんでございます。バグという施設自体は9月20日にグランドオープンなんですけれども、こちらのバグカフェは朝活だけではなく充電カフェとしてもおすすめな空間になっています。こちらリクルートさんの本社に併設のカフェになっているんですけれども、一般の方も利用できますので、そういったところもおすすめですし、ホットペッパーで有名なリクルートが運営するカフェなだけありまして、フードメニューも想像以上に美味しいクオリティでございました。この世界にバグをキーメッセージにアワードや展覧会などの活動を通してアーティストが全力で挑戦できる場と機会を提供したいとの思いで誕生した空間になっています。運営は屋根線エリアの人気空間として有名な萩荘さんでございまして、空間そしてフードも間違いなしでございます。今ご紹介しました萩荘さんは以前に屋根線エリアの特集でご紹介していますので、ぜひそちらも確認してほしいです。こちらでは偶然を味わうカフェをテーマに本格的なコーヒーメニューとフードをいただくことができます。この日はカフェタイムに伺ったんですけれども、8時から11時までのモーニング、11時から14時までのランチはドリンクがついて約1000円ぐらいのお得メニューになっています。モーニングはオープンサンド、クロックムッシュ、ハニートースト、グラノーラ。ランチはバゲットサンド、クロックムッシュ、ドライカレーとそれぞれセットも異なってきますので、タイミングを測りながらいろいろなメニューも試してみてほしいです。またカフェタイムには今映していますようなスイーツがおすすめでございまして、バスクチーズケーキや卵プリン、シュガードーナツやジェラートなどのスイーツも充実していますので、それだけでも十分楽しめると思います。また作業カフェとしてもとてもおすすめでございますので、 Wi-Fi および電源をお探しの方は特におすすめかなと思っています。なお火曜日は定休日になっていますので、その点だけご注意いただければと思います。こちらご覧いただきました2種のペッパーと飴色玉ねぎのクロックムッシュ、そしてカフェラテでございます。クロックムッシュにはプラス100円で目玉焼きを乗せることができましたので、この日はトッピングで目玉焼きいただいてみました。あくまで軽食レベルでそんなに味にはこだわってないかなと思ったんですが、もう本当に想像以上に美味しかったので、グルメ好きな方こそ訪れてほしいようなそんな空間でもございました。さて、続いては2023年5月にニューオープンしました WPU という宿泊施設でございます。こちらはホテルとしての機能はもちろんですけれども、学生レジデンスという学生寮を組み合わせた宿泊施設になっていまして、学生レジデンスでは留学生を積極的に受け入れ、学生間の交流を大切にした国際感覚あふれる住環境を提供しているということでございまして、国際交流の拠点にもなっています。こちらは正面の入り口から入ったホテルの様子なんですけども、ホテルの中もとてもおしゃれで素敵な空間でした。こちらが今回ご紹介します WPU さんのカフェ&ダイナーでございまして、このカフェ&ダイナー含めますと WPU という施設内にはアートギャラリーやバーチャルギャラリー、レコード店やポッドキャストの収録や DJ ブースのように利用できるサウンドブースがありまして、いずれもとてもおしゃれな空間になっていました。 WPU と言いますのはワンダーパワード U の意味でございまして、施設を手掛けました株式会社ワンダーパワード U が
あなたの驚くべきパワーを引き出したいというコンセプトのもと表現したということでございます。こちらは新宿の西口から一本道を入った空間になっていますので、結構穴場的に利用できると思いましたし、私もぜひリピートしたいと思えるような空間でございました。また接客も心地よくて、割と日本人の接客というよりかは海外っぽいような雰囲気だったので、結構ドライな感じではありつつも別に冷たくない、そんな朗らかな感じの接客なのかなと感じられました。またホテル併設ではあるんですけれども、レンジでチンみたいな感じじゃなくて、本格的なフードやドリンクを楽しめるのも大きな魅力になっていました。多国籍料理と約30種類のクラフトビール、そしてバリスタさんの入れるコーヒーをしっかりと楽しめます。料理としましては、プルムドポークサンドやスパイシージャークチキン、さらにビーガン料理のフムスまでお酒に合いそうなメニューはどれも注目になっていました。席の数も比較的多いですし、お店の営業としては22時までやっていますので、例えば1次会や別のところで食べつつ、2次会はちょっとおしゃれな空間でコーヒーでも飲みたいなという方にもおすすめな空間かなと思いました。あとはレコード店併設ということもありまして、生の音を DJ ブースから聴けるところもおすすめなポイントでした。もちろんクラフトビールも多種多様なものを揃えていますので、ビール好きな方はぜひそのパッケージとともに楽しんでほしいです。さらにこちらのお店でおすすめなのが予約可能な点。ディナータイムはもちろんのこと、ランチタイムも予約可能でございますので、新宿付近で予定がある場合にランチでどうしても入りたいという場合に関しては、予約していただくことで確実に入ることもできますので、そこもお勧めできるかなと思いました。加えて駅からのアクセスもいいという点はおすすめなポイントです。後でランチのメニューはご紹介しますけども、こんな形で焼き菓子も結構豊富にありましたし、コーヒーのドリンクメニューやクラフトビールが充実していますので、ぜひいろんなペアリングを試してほしいです。またテイクアウトも可能でございますので、気になるスイーツがありましたらコーヒーと一緒にテイクアウトしていただいて出勤するのも良さそうです。西口と言いますと都庁の方とか、あとは新宿中央公園なんかもありますので、そちらでいただくのもありかなと思ってます。結構新宿というと東口のイメージが強い方も多いと思うんですけども、西口はまたちょっと違った雰囲気になっていまして、こんな形で穴場も結構ありますので、ぜひ注目してほしいです。そしてこの日いただきましたのはフムス&ファラフェルのサビーフプレートというものでございまして、さらにセットでカフェラテをいただきました。ランチタイムは11時半から15時までになっていまして、料理も美味しいですし、さらに今回いただいたような本格的なエスプレッソドリンクを300円の料金でいただけるのもとても美味しかったかなと思います。この日はちょっと暑かったのでアイスでいただいたんですけども、ホットにした場合にはおそらくラテアートも素敵にしていただくことができるかと思いますので、写真映え狙いたい方とか、あとはちょっと寒いなっていう日にはそちらのホットのラテも試してほしいです。そしてこちらのフムスなんですけども、こんな形で開いていただいて具材を詰め込んでいただくとまた違った楽しみ方もできますので、いろんな食べ方も試してほしいです。ボリューミーでありながらサラダもついたワンプレート形式でヘルシーにいただきました。続いて第8位は上野からコーヒー王城さんでございます。昔ながらの純喫茶が多く、激戦区の上野において50年の歴史を持つ老舗喫茶です。実は現在の店舗でさえ移転後の店舗になっていまして、本当の歴史は50年よりもさらに長かったという噂です。記録に残っているのが昭和50年、西暦1975年に現在の場所に移転したからということなので、その歴史の深さもより味を出している気がします。とはいえ移転前からも店舗の間取りこそ変われど、印象はほとんど変わっていないとのこと。ご覧のようにゆったりとしたソファー席を含め、レトロな装飾と清潔感のある空間は多くの方々に今なお愛されています。そんな王城さんで印象的だったのは客層の広さ。昔からの常連客の方々がいるのはもちろんのこと、大学生や高校生の方ですらお店を訪れていました。未だに喫煙可能な純喫茶の多い上野ですけれども、こちらのコーヒー王城さんは全席禁煙を決断したからこそ若い人にも親しまれる空間です。芸能人にもよく紹介されるお店でございまして、近年では雑誌で岡崎紗絵さん、新聞で飯豊まりえさん、CD リリースで乃木坂46の人気メンバーがご紹介して以降、よりその人気っぷりは加速しているようです。そして一番の人気メニューはチョコレートパフェ。たっぷりの生クリームにアイスクリーム、缶詰のみかんにチョコレートソースがかかった昔ながらのシンプルな形ということでございますので、ぜひ注文してみてほしいです。そんな王城さんですけれども、個人的なおすすめはモーニングトーストの厚焼きセット、そして今映しています王城クリームソーダ。
唯一無二の厚焼きバタートーストにコーヒーとゆで卵がついて700円のセットはまさにコスパ抜群。なんといっても厚焼きトーストの塩とバターの加減が抜群に美味しかったので、ぜひ朝活をしてこちらの味触れてみてほしいなと思います。続いて第7位でご紹介しますのは、宮下パークのホテルエリアシーケンス宮下パークに併設されていますカフェでございます。こちらはバレーパークスタンドというカフェでございまして、宮下パークのオープンとともに常に注目を集めてきた空間でございます。今映しております通り、おしゃれさと訪れやすさを兼ね備えた空間になっています。お店の注意点としましては、完全キャッシュレスになっていますので、現金は利用不可能でございます。ただ、かえってキャッシュレス派の若者や外国人に特に人気な空間になっています。このおしゃれ空間もさることながら、注目すべきはフードやドリンクのクオリティでございます。ボリューム満点のピタサンドやオリジナルブレンドのコーヒー豆を使用したカフェラテ、話題の自家製焼き菓子など想像以上に美味しいメニューを気軽に楽しむことができます。またコーヒー以外にもアルコール類も充実していまして、オリジナルのカクテルとかクラフトビールとかも味わうことができますので、昼間のカフェタイムはもちろんディナーの後にバー利用としても活用いただけます。ちなみに営業時間は10時までになっていますので、カフェにしてはちょっと遅めかなとも思います。今映していますのが魅力的な焼き菓子の数々でございまして、この日は昼に訪れていますので、たくさん種類があるんですけども、時間が夜になっていくにつれて種類も減っていきますので、幅広い選択肢の中から選びたいという方に関しましては、なるべく早めに訪れていただくのがおすすめかなといったところです。ちなみに手元にはオブゴベーカーのクッキーなんかも販売されていまして、オブゴベーカーに関しましては過去に日本橋の店舗をご紹介していますので、気になる方はそちらもチェックしていただきたいです。さらにバレーパークスタンドさんおよびこちらのシーケンス宮下パークさん自体がブランドとしてもとてもおしゃれでございまして、シーケンスオリジナルのグッズとかバレーパークスタンドオリジナルのグッズも販売されていますので、旅のお土産としても買っていただけるようなそんな空間になっているかなと思いました。例えばトートバッグなんかも売られていまして、1000円ちょっとでいただくことができますので、買い物をたくさんしてバッグに困ったなという方だけども使い捨てじゃなくて日常使いもしたいというバッグを探されている方は、こちらで買っていただくというのも一つの選択肢かなと思います。バレーパークスタンドさんのグラスに関しましては結構サイズも大きいので、家でビールを飲まれる方なんかでもお勧めできるかなと思いますし、先ほどコーヒーが美味しいと申し上げましたけども、紅茶の販売なんかもされていますので、そこも注目すべきポイントかなと思っています。まさに朝昼は開放的なカフェでありながら、夜はバーにスイッチしつつグッズも楽しめるような、そんなおすすめな空間でございます。またテイクアウトもできまして、もちろん宮下パークの屋上で楽しむこともできますので、店内が混み合っている際にはそちらも一つの選択肢になるかなと思いました。そしてこの日いただきましたのはほうじ茶のラテと抹茶ラテのアイス、そしてバスクチーズケーキでございます。バレーパークスタンドさん自体のグラスがとてもおしゃれでございますので、写真映えには抜群かなと思います。あとはバスクチーズケーキですね。ぎっしりとチーズが詰まっていまして、食べ応えも抜群でございますので、お腹が空いてスイーツタイムに楽しみたいという方には特にお勧めできるような、そんな空間かなと思っています。続いて第6位はダンデライオンチョコレートファクトリー&カフェ蔵前というところでございます。こちら2010年にサンフランシスコで創業したダンデライオンチョコレートの海外1号店でございます。この日は平日の昼間に訪れていまして、とても空いているような印象を持つかと思うんですけれども、土日はとても混んでおりまして、先ほど入り口で映していました公園のあたりまでずらーっと行列が並びますので、もし時間を調整できる方に関しましては、晴れた日の平日の昼間に訪れるのがとてもおすすめでございます。ダンデライオンチョコレートはシングルオリジンのカカオ豆の買い付けから選別、ロースティング、磨細、テンパリング、成形、包装まで全て自分たちの手で行い、チョコレートを作っているビーントゥーバーの思想を大切にしたお店でございます。ここ蔵前の店舗は1階は今映しております通りチョコレートファクトリーとスタンドになっていまして、後で映しますけれども2階はカフェとワークショップスペースを併設したファクトリーになっています。また建築の造形美としてもとても素敵な空間になっていますので、そのあたりもぜひ注目していただいて写真等に収めてほしいなと思います。さらに今映しています通りチョコレートのパッケージもとてもおしゃれで素敵になっていますので、ぜひ東京のお土産等で参考にされたい方に関しましてはこちらで買っていただくというのもとてもおすすめかなと思います。
これからのタイミングですと、例えばバレンタインデーとかホワイトデーの贈り物としてもお勧めできるかなと思いますし、誕生日のプレゼントにも、父の日や母の日にもお勧めできるかなと思いますので、ぜひ確認していただいて、訪れた際には気になるメニューをチェックしてほしいなと思います。1階では製造工程を間近に見ることもできますので、そういった過程を見るだけでも楽しめるような空間ですよね。そしてこちらが2階の様子になっていまして、席の数は比較的多いかなと思います。広々とスペースを取っていますので、個人的にはスターバックスの店舗などは隣の席との距離が近くて、なかなか落ち着いて過ごすことができないなという方も多いかと思うんですけども、こちらはとてもゆったりしてますので、その辺もおすすめかなと思います。で、チョコレートという名前だからこそ、スイーツ系が注目かなとも思うんですけども、ダンデライオンチョコレートさんはドリンクに関しましても注目でございます。すべて世界各地の農園から仕入れたカカオ豆で作ったシングルオリジンのチョコレートを使用しておりまして、雑味のないカカオ本来の味わいを存分に味わえるようなメニューになっています。また、季節限定メニューも注目でございまして、今ですと冬季限定のミッションホットチョコレートというものも販売されています。チョコレートドリンクもおすすめでございますけれども、コーヒーも本格派でございます。コーヒーはシドニー初の自家焙煎コーヒー店、シングル O のコーヒー豆を使っているということでございまして、シングル O 浜町というお店を私の日本橋編の動画でもご紹介していますので、気になる方はそちらも注目してほしいです。また、こちらで提供されているメニューに関しましては、オーダーをするカウンターでもこんな形で展示されていまして、見た目からも美しい様子を眺めながら、注文前からワクワクできるようなスペースになっていますので、このあたりもぜひ注目してほしいです。その中でこの日いただきましたのは、蔵前限定の蔵前ホットチョコレートとスモアというものでございます。スモアは今左手の前に映していますメニューでございます。蔵前ホットチョコレートというものに関しましては、中村ティーライフストアの静岡県産無農薬有機栽培のほうじ茶で香り付けしたドリンクでございまして、今映していますようにアイスでもいただくことができます。そして個人的にもずっと気になっていましたスモアがこちらになっていまして、スパイシーなサブレ生地の上にチョコレートを流し込んだ大きなマシュマロを乗せまして、岩塩をトッピングした一品になっています。キャンプファイヤーでマシュマロを炙るように注文ごとにバーナーで炙り、出来たてを提供したいという思いからこの独特な形にたどり着いたということでございます。このマシュマロに関しましても自家製で作られる絶品になっていますので、ぜひ訪れた際には一つでもいいのでお試しいただきたいと思います。ちなみに先ほど映像でも映していましたけれども、タイミングが合えば1回でもこのスモアを作っている様子を眺めることができますので、その辺も注目かなというところです。さて、続いても東京下町エリアのカフェ。第5位は、スケロクダイナーというところです。九段下の人気ベーカリー、ファクトリーで有名な飲食グループ、エピエリの運営する浅草のおしゃれカフェになっています。ファクトリーさんは以前の動画でもご紹介していますので、よかったらそちらも確認していただければと思います。隅田公園の隣、スケロク夢通りの一角にあることから由来して付けられたスケロク。そして添えられたダイナーという言葉は、つまり食堂という意味でございます。そんな意味が込められた名前からもわかります通り、浅草の街の暮らしの中に息づく地域密着の食堂として愛されています。川沿いに立地している店舗を横目に東京スカイツリーも見えますので、テラス席を利用する際はフォトスポットとしてもおすすめでございます。もちろん店内入っていただきますと、こういった形でインテリアにもこだわったおしゃれ空間が広がっていますし、今1階の様子を映してるんですけども、1階の空間以外にも入り口付近にあるテラス席ですとか、2階に登りますとソファー席に加え開花を眺められるような空間になっていますので、いろいろなアングルからの魅力を感じることができます。もちろんお店はダイナーという名前がついています通り、フードメニュー、ドリンクメニューもとてもおすすめでございまして、アボカドトースト、吸盤サンドイッチ、スイーツなど、どれもこだわりと工夫が詰まった自慢の一品を堪能できるのがおすすめなポイントでございまして、おしゃれな映え空間とともに満足すること間違いなしかなと思います。おそらく皆さんもご存知の通り、浅草自体が観光スポットになっていますので、土日になりますとこちらもとても混むんですけれども、今回平日の朝にモーニングのタイミングで訪れていますので、比較的席にも余裕があったかなと感じています。ちなみに3階映してないんですけれども、3階にはパン工房が併設されておりまして、九段下のファクトリーさんさながらの天然酵母パンを出来たてで提供するための土壌が作られているところも伺うことができます。
浅草のお店でございますので、和な雰囲気を感じつつも洋風なインテリアに囲まれていますので、そういったアーティスティックな空間を楽しむという意味でもおすすめかなと思います。あと他の店もそうなんですけれども、基本的に浅草のお店は英語が堪能な店員さんもとても多いので、外国人の方でも心地よく過ごすことができるかなと思います。今映していますのが先ほどご紹介しましたパンのディスプレイの様子なんですけれども、こちらをテイクアウトしていただくというのも個人的には良いかなと感じました。そんな中、この日に伺いましたのはモーニングでございまして、モーニングメニューは今映していますメニューの中から8時から11時まで提供されています。なので仕事前にサクッといただくのはもちろんのこと、少し遅く起きても間に合うくらいの時間まで提供されているのも嬉しいポイントでございます。例えばこの付近のホテルに泊まった場合でも11時までやってますので、10時にチェックアウトして訪れるというのもギリギリ間に合うかなというところです。いずれにしてもできるだけ自家製のものをコンセプトに提供されるメニューはどれも注目でございまして、基本となるモーニングセットはベーグルと自家製グラノラとミルクにコーヒーがついた満足メニューでございます。続いてワンプレートモーニングでもありますアボカドトーストもあるんですけども、この日にいただきましたのはこちらのイングリッシュブレックファストインアパンでございます。パンというのはフライパンの意味ですね。目玉焼き、自家製ソーセージ、自家製ベーコン、焼きトマト、青菜、マッシュルーム、ベイクドビーンズにトーストがつきまして、朝から満足すること間違いなしかなと思います。さらに野菜のバランスもいいので、ボリュームがある見た目に反しまして、ペロリと食べられるところも魅力的になっていました。お好みに応じて調味料をかけていただくこともできますし、ドリンクメニューも非常に豊富でございますので、お好みのドリンクと一緒にこれらの豊富なメニューの中からモーニングセット頼んでいただいて、心地よい朝を始めていただければと思いました。ちなみにこちらのお店もなんとオープンからクローズまで15分刻みで予約が可能なので、効率的に観光したい方はそちらもご活用ください。またもちろんテイクアウトでも利用できますので、浅草街歩きにも最適です。続いてご紹介しますのは2021年12月、京王井の頭線下北沢駅を出てすぐの好立地にオープンしたおしゃれなスープカレー専門店の202カリードさんでございます。スープカレー発祥の地、札幌出身の店主さんが13年間腕を磨き、満を持してオープンしたお店。すでに大人気な店舗で平日であっても昼間は待ち時間が発生します。ただ整理券をお店の入り口でいただくことができまして、さらに電子チケットとして LINE で呼び出していただくことができますので、近くのボーナストラックや下北駅上を散策しているうちにあっという間に順番が回ってきます。店内はご覧のようにグレーを基調としたスタイリッシュな空間で、どこを切り取っても映え空間。セルフサービスで提供されるお水もレモンウォーター、ベリーウォーター含め3種類から選べる配慮もとても素敵なので、ぜひそういったところも体験してほしいです。そしてやはり注目すべきはスパイスの調合からこだわって作る極上のスープカレー。カレーの激戦区下北沢においても人気を誇る絶品になっています。味や見た目が抜群であることに加えまして、グルテンフリーである点も大きな魅力。ベースとなるスープは濃厚トマトスープ、コクマロココナッツスープから選ぶことができまして、辛さはなんと30段階。私も下北沢のカレーはたくさん試しているんですけども、特にリピートしているのがこちらのお店になっています。さて、こちらはこの日いただきました骨付きチキンと7種の野菜カリーでございます。こちらでいただくことができますチキンに関しましては、柔らかとパリパリから選ぶことができまして、こちらはパリパリを選んだチキンになっています。トマトベースのスープもとても美味しかったですし、野菜がたっぷり入っていますので、ヘルシーにいただけるところも魅力的ですね。ご飯の量も調整することができまして、この日は少なめでいただきました。こちらは別の日にいただきましたタンドリーチキンと焦がしキャベツのチーズカリーでございまして、この日は中盛りでいただいたご飯の様子を映しています。先ほどのスープカレーとは違いまして、こちらはコクマロココナッツスープを選んだ場合になっていまして、ココナッツを使っていますので、先ほどのトマトスープが赤かったのに比べましてちょっと黄色っぽい印象かなと思っています。焦がしたチーズがカレーと絡み合って、さらにスープカレーの味わいを深いものに昇華させてくれています。そしてもう一つの注目が、季節ごとにメニューが入れ替わりますスイーツでございます。特にプリンとバスクチーズケーキが人気でございまして、この日はマロンモンブランプリンという季節限定のメニューをいただきました。
このマロンモンブランプリンの前に販売されていたかぼちゃを使ったプリンなんかも見応え抜群で素晴らしかったので、今後もたくさんのスイーツが誕生すると思いますし、ぜひ下北沢を訪れることが多い方に関しましては、季節ごとのメニュー全部試していただくのも個人的にはおすすめかなと思っています。こちらのプリンはどちらかというと固めかなと思っていまして、その一方で甘すぎずスッキリとした味わいになっていますので、そちらもおすすめできるようなポイントかなと思っています。さて、続いては少し場所を移しまして、表参道からジャイルフードユニさんのご紹介です。今映しておりますのは複合型ビルジャイルというところでございまして、ジャイルは5つの箱状のフロアがねじれて渦を巻くように積み重なった外観になっています。今にも回転し始めそうで、意志を持った生命体であるかのような佇まいに引き付けられます。野球ではジャイロボールという表現があるかと思いますけども、そのジャイロを意味する螺旋という意味がこちらのジャイルには含まれています。この建築はオランダの建築家グループであります MVRDV が手掛けておりまして、有機的な建築デザインになっています。そんなジャイルでは全館でサステナブルへという目標を掲げていまして、限りある資源を有効に活用し、環境に与える負荷を軽減することを考えています。自然と人間が健やかに共存しつつ、潤い豊かなライフスタイルが未来まで続いていくことを目指しているという素敵な取り組みでございまして、この施設内の至るところにそんなコンセプトを垣間見ることができますので、ぜひ確認してみてほしいです。この日も今回紹介しますジャイルフードの一角でこういった野菜の販売が行われていましたので、この取り組み自体もサステナブルを意識しているのかもしれません。さて、今回ご紹介するこちらのジャイルフードさん。今ご紹介していましたジャイルの4階にありまして、緑が生い茂り、壁や床には土が練り込まれていまして、テラスには野菜やハーブが育つ菜園もあるという施設でございます。なので、まるで都会にいるとは思えないような生命力が溢れるような自然な空間になっています。コンセプトはまさに循環でございまして、様々なものが土から生まれ、土に帰っていく。ジャイルフードはその普遍的なサイクルを大切にしながら明日につながる食文化の体験を提供しているようでございます。中でも屋内の特徴的な椅子はオブジェのようで、角度によって様々な表情を見せてくれるような工夫がなされています。こちらのコーナーに関しましては、建築家でございます種剛さんが国内で初めて手掛けたレストラン空間でございます。種さんはフランス政府公認の建築家でもございまして、フランスを中心に活動されている方でございますので、国際的にも認められている建築家の方がわざわざこちらの表参道の一角にこういった空間を手掛けてくれているのはとても嬉しいポイントですよね。さて、そんなジャイルフードさんの中にありますのがユニというカフェコーナーでございまして、バリスタが丁寧に入れる自家焙煎のコーヒーやランチのデリプレート、日常に寄り添ったメニューを楽しむことができるカフェデリバーでございます。今映しておりますカウンター正面にあるピラミッド状のボックスベンチがまさに特徴的でございまして、インスタグラム等で知っていた方も多いかなと思います。こちらのボックス型のベンチに関しましては、自由に座ってカジュアルにお茶や軽食を楽しむことができます。さて、少しだけユニさんのドリンクメニュー等をご紹介しようと思うんですけども、まずドリンクとしましてはコーヒーが特におすすめになっていますので、コーヒーメニュー注文してほしいなと思ってます。この形で焼き菓子の提供もございまして、カヌレの販売もタイミングが良いとありますので、カヌレとコーヒーをセットでいただくのもいいかもしれません。他にも今回私がいただいたような健康的な定食メニューもございますので、ランチタイムにはこちらを注文するのがおすすめかなと思います。あとはアルコール類ですね。ビールの提供がございまして、ビールの種類も豊富でございました。さらにドリンクに関しましては、コーヒー豆を選ぶことができたりとか、あとはミルクをソイミルクやオーツミルクに変更できたり、デカフェに変更することもできました。さて、こちらご覧いただきましたカレー&ライスのセットとアイスラテ、そして奥側にはデリセットを注文した様子を映しています。カレーも結構ボリューミーでございまして、値段はそこそこするんですけども、食べ応えはたっぷりかなと思います。また、この施設のコンセプト通り、しっかりと野菜を使っていただくことができていますので、ヘルシーにいただけるのもおすすめなポイントです。今回土日に伺ったんですけれども、土日でも少し並べば入ることができましたので、施設自体の広さも相まって、個人的にはおすすめなスペースだったかなと思っています。東京観光に来られた際には東京らしさを十分に感じることができるという点もおすすめなポイントかもしれません。続いては東京の西側、
吉祥寺に場所を移しまして、第2位、駒蔵カフェさんでございます。こちらは以前にご紹介しました吉祥寺の人気ハンバーグ店、ひき肉と米の向かいにありますので、例えば夕方以降にひき肉と米をいただく前のひとときとしても活用いただけるような、そんなお店です。まさにご覧のような隠れ家的な様子は吉祥寺らしい空間だとも言えそうです。お店に向かうまでには階段を上っていくんですけども、その階段を上っていくひとときもワクワクが高まるような空間です。実はこちらのお店は吉祥寺の地でおよそ20年にもわたり地元住民に愛され続けてきたダイニングバー駒蔵が生まれ変わったカフェでございます。旬の果物をふんだんに使った自家製のパフェが看板メニューでございまして、この日も私以外はむしろパフェだけを注文していた方も多かったかなと思っています。店内のインテリアにもとてもこだわりがありまして、席のスタイルもカウンター席があったりとか、カウンター席の他にも複数種類のテーブル席がございましたので、訪れるごとにまた別の席を試していただくのもありかなと思います。この日は平日の昼間に訪れていますので、比較的空いてたかなと思っています。この辺りが隠れ家的な空間の魅力かなと個人的には感じています。こういった形でインテリアを含めた店内からメニューに至るまで店主さんの好きなものが詰まっておりまして、先ほどご紹介しましたパフェに限らず気になるメニューが多数でございます。ちなみに私は後でご紹介します黒いチーズケーキを求めて訪れてみました。もともとダイニングバーだった空間を同じく吉祥寺でキビカフェというお店を運営していた店主さんが再生した空間でございまして、壁の塗り替えやタイルを使った装飾などをしつつも、テーブルや椅子などのインテリアはかつての駒蔵さんのものをそのまま使用しているということでした。もともとはバーだった空間でございまして、ワイワイと騒ぐような雰囲気ではないからこそ、女子会やデート、また私のようにお一人様におすすめな空間でもあるかなと思っています。土日の吉祥寺は結構並んだりすることも多くて、お店の難民になってしまうことが多いんですけども、こういった平日だからこそ、こういった隠れ家空間でコーヒーと美味しいご飯を食べながら一息つく、そんな時間が私も好きでカフェ巡りしています。そしてこの日いただきましたのはこちらの野菜カレーでございます。こちらのカレーにはサラダもついてきますし、あとはドリンクもついてきます。カレーは雑穀米を使った優しい味でございまして、このお皿と盛り付けも含めましてとてもインスタ映えだったかなと思っています。カレー自体はスパイスの効いた薬膳カレーのような印象でございましたので、そういった薬膳カレーのようなピリッとした感じが好きな方には特におすすめかなと思っています。サラダもかかっているドレッシング含めてとても美味しかったなという印象です。今回テーブル席でいただいたんですけども、カウンター席は特に窓から差し込む光なんかが美しく撮れますので、おしゃれな写真が撮りたいなという方に関しましては、そういった光の活用方法も考えていただくと、より満足感も高まるかなと思っています。さて、今回ランチタイムに訪れましたので、先ほどのカレーいただいたんですけれども、食後には最も気になっていましたこちらの黒いチーズケーキをいただきました。また先ほどのカレーのセットでついてきましたコーヒーもこういったおしゃれなカップでいただけるところもおすすめです。もちろんチーズケーキ自体もとても注目だったんですけれども、このおしゃれなお皿と盛り付けも含めてとても満足感高かったなと個人的に感じています。チーズケーキ自体はプレーンでクリーミーなチーズケーキとは少し違ってビターチョコの効いたような大人の味わいになっていました。なので砂糖の感じが強い甘すぎる感じが苦手な私としてもとても嬉しかったなと感じていますし、このくらいのビターチョコだったらまさにお口直しとしてもいただけるようなそんなメニューだったかなと思ってます。さて、第1位でご紹介しますのは、小出町駅や馬喰横山駅から近くにありますバースコーヒーさんでございます。日本橋の街に2017年に誕生し、日本人はもちろん外国人観光客からも人気の強いホテル、シュタン。そのシュタンの1階にあるコーヒースタンドがバースコーヒーさんでございます。バースというのは停泊所や発着所を表す言葉でございまして、生産者さんやロースター、バリスタとコーヒーに関わる全ての人の思いを重ね、行き交う人々へ一杯のコーヒーを届けたいという思いが詰まっているお店でございます。この形でテラス席もございまして、特に外国人の宿泊客の方々はテラス席で楽しまれている様子が印象的でございました。店内入っていただきますと、先ほどのシュタンの受付付近がバースコーヒーさんになっていまして、奥に進んでいただくとチェックイン、そしてホテルエリアにつながりますエレベーターがあるというところでございます。朝は8時からオープンしていますので、朝活におすすめでございますし、土日祝日もやっているというところはおすすめのところでございます。さらに電源や Wi-Fi も完備しておりまして、座席は全部で50席ございます。もちろん現金だけではなくてキャッシュレス決済にも対応しておりますので、先ほどから外国人観光客と申し上げてますけれども、国内の宿泊客の方々にもおすすめかなと思います。さて、地下に潜っていただきますと、
こういったおしゃれな空間が広がっていまして、まさに隠れ家的な空間かなと思います。こういった席の広さとか、あとは日本橋の街に根付いているというところも踏まえまして、街に向かっていく丸く突き抜けた先ほどの布団のようなカウンターからコーヒーとともに思いをつなぐ、そんな場所として日本橋の地に根付いている、そんな空間でございます。こちらで提供いただくことができますコーヒー、すべてスペシャルティーコーヒーでございます。生産段階から徹底管理されて調達したコーヒーは間違いのない品質でございます。その豆を自家焙煎で焙煎度合いも含めて調整することで、バースさんだからこそ提供できる絶品コーヒーをいただくことができます。焙煎に関しましては、過去にご紹介しました押上のバースコーヒーロースタリー春にて行われておりまして、シェアローストの実現などコーヒー文化への貢献もしている、そんな魅力的なお店です。コーヒーはもちろんのこと、ペアリングをすることができるような焼き菓子もとても充実していますし、今回いただいたようなモーニングメニューのオープンサンドイッチもとても注目でございます。オープンサンドイッチは全部で5種類ございまして、自家製ハム&マヨ、椎茸と焦がしナスソース、ビーツフムスとリコッタチーズ、半熟卵とタルタルソース、リコッタチーズとバナナの5種類でございます。これらから1種類を選ぶシングルというものと、今映しております2種類を選ぶダブルの2パターンから注文できますので、お腹の空き具合と合わせていただいてみてほしいです。今回はそれら全部5種類の中から自家製ハム&マヨと半熟卵とタルタルソースの2種類、ビーツフムスとリコッタチーズ、リコッタチーズとバナナの計4種類をいただくことができました。ということで、例えば2人で訪れていただきますと、全5種類の中から4種類も楽しめるというところなので、隠れ家的な空間ではございますので、1人でも訪れるのはおすすめなんですけれども、2人以上で訪れていただくと、こういったモーニングもさらに楽しむことができるかなと思います。以上、今回は2023年総まとめ東京カフェベスト10ご紹介してきました。2023年もたくさんのカフェに巡り合いましたし、今年はカフェ巡りもしつつ、東京ミッドタウン八重洲や麻布台ヒルズなどのオープンにも立ち会うことができましたし、東京クリスマスマーケットに訪れてみたりとか、他にも和歌山や鬼怒川にも行ってきました。2024年も東京のカフェ、そして日本全国の見どころもご紹介したいと思いますし、2024年もどんどん新施設がオープンしていきますので、そちらも可能な限り早くお届けしたいと思います。さらに来年は可能であれば海外の旅行にも行きたいなと思ってますので、そちらも素材が集まり次第企画にしてお届けします。皆さんの方でも気になる街や気になる県ありましたら、こちらのコメントの方で教えていただけると、動画にて改めてご紹介できるかと思います。それでは今年もありがとうございました。以上ミッキーです。来年もどうぞよろしくお願いします。それでは良いお年を。